アニョンパックンです。皆さん結婚式行ったことありますよね。韓国の結婚式といえば、チャペルの白い照明でカメラのシャッター音でステンレスのトングで撮るホテルビュッフェって感じなんですけれども、僕先日初めて日本の結婚式にご招待いただいて行ってきました。日本の結婚式初めて行って最初の一歩から世界が変わったんですよ。金色の水引きが結ばれた真っ白なご祝儀袋、厚みのある和紙の手触り、披露宴会場のドアが開くと花の匂いがするような気がして、スピーチは横は笑いと涙が波のように押し寄せる、まるでフルコースの劇場でした。何がこんなに違うの？何が驚いたの？今日は韓国人が日本の結婚式に驚いた理由をあなたのご感ごと連れて旅いたします。まず一つ目はですね、ご祝儀柄でした。これ書き方びっくりしたんですね。韓国ではシンプルな白い封筒に金額と名前を書くぐらいであって、袋の柄とか袋の外見みたいなことを気にする方はほとんどいないです。受付のテーブルには同じ形の封筒が並んだりとか入れたりとか、受付の方に渡したりとかして、おめでとうございますみたいな形なんですね。ところが日本、まず封筒の名前からして格調が高くて、寿とかご結婚ご祝みたいな感じでも金色に書かれた感じなんじゃないですか。これ手に持つと厚みのある和紙が指先をふわっと包み、水引きがギュッと結ばれている。その結び方にも意味があるらしいですね。ほどけても何度も結び直せる結び切りとかではなくて、なんか結び方によって縁起が違うとか、もう文化がそこまで入ってるんだなというふうに思いました。そしてお金書くときもなんか3万円とか書くと思うんですが、これ今の現代の数字とか今の現代の漢字とかだとダメらしいですね。詳しくは調べてないんですが、昔の漢字使ってる時点でこの伝統はきっと大昔から続いてきたんだろうと、この文化は昔から守ってきたんだろうっていうところが推察できました。僕が初めてですね、この作法を体験した時に、封筒一つにこんなにも気持ちと美意識を込める日本人の感覚がびっくりでして、お金ということを超えて祝福そのものを包んだ感じがしました。で、2つ目はですね、ちょっとお金の話でして、別にもったいないとかの話ではないんですけれども、韓国より高いっていう話でした。日本の結婚式に出るときに僕の心をざわつかせたのはですね、正直に言うとお金のことでした。韓国のご祝儀は相場が大体決まっていて、友人なら5000円とか、本当に仲良い友人なら1万円ぐらいが多いですね。もちろん関係とか立場によっては上下しますが、基本は5000円から1万円の間で収まります。ところが日本3万円が当たり前ですよね。もう親族なら5万円とか払う方もいる。で、初めて聞いた時はですね、あれ、韓国の結婚式では5000円1万円なんだけど、日本の結婚式は3万円なんだ、みたいに、ちょっとケチの気質がありまして、最初はそうなりました。でもですね、この後のストーリーもあって、この式場に行ってみると、なるほどと思ったんですね。この日本の結婚式は準備内容がそもそも桁違いで、チャペルとか神社だったりとか、プロの司会者がいたりとか、演出上の映像や照明とか、フルコースの料理とか、引き出物だったりとか、この飾り物だったりとか、この高級ホテルのフェスティバル感があって、それを少人数で行うっていうのがあったんですね。いや、何よりもこのいつも一緒に楽しい瞬間を送ってる人とクローズな空間で一緒に入れたことと、あとその結婚式という一生に一度の時間を共にする喜びがあること。これ最初はお金云々でびっくりしたんですけれども、実際行ってみてこの時間を送ってみたら、このお金のことがどうこうというよりかは、その人と自分とのそのつながりのことに僕は納得するようになりました。で、3番目の話ですね。日本は数十人、2、30人しか呼ばないんですね。スケールが小さくてびっくりしました。韓国の結婚式ですね。とにかく人が多いですね。親族、友人、職場の同僚とか、昔の先生とか、両親の知り合いとか、時には誰だろうこの人という顔まで100人、200まで行く場合も珍しくありません。式場は広くてですね、入れ替わり制で、何組も1日に同じ日に、式を挙げる場合もあります。なので、受付も写真撮影も流れるように進ん
んでいて、大規模のイベント感があるんですね。でも、日本の結婚式は、もう初対客のリストとか見た瞬間に驚きまして、30人前後しかなかったですね。しかも全員、新郎新婦と深い関係を持つ人ばかりで、名前と顔がすぐ一致する距離感、まるで親しい仲間しか入れませんよみたいなパーティーでした。座席表とか見てても、一人一人の名前が印刷されて、座る場所まで決まってるんですね。韓国の場合はもう100人ぐらいのレベルだから、もういちいち指定することが難しくて、というのはあります。人数が少ない分、関係も深く、時間も濃く、思い出も強く残る。帰り道に、僕の胸の中には、呼ばれた喜びが温かく光っていました。4番目の話はですね、中身の話でして、日本は小という概念に近いというところでした。韓国の結婚式はですね、先もちょっと言いましたが、式場に入って新郎新婦が入場して、しっかりと言葉を話して、お祝いで歌ったりとか、指輪交換したりとか、記念撮影したりとか、どちらかというと、日本の結婚式の中の、ベーシックなものをやるようなイメージです。で、それが30分から1時間ぐらいで終わって、その後は会場に移って、ビュッフェ式で食べて、自由に帰るっていう、その気軽な感じなんですね。で、日本の結婚式は、もうステージ公演って感じで、照明が落ちて、扉がゆっくり開くと、スポットライトが新郎新婦に包み込んで、拍手とともに流れるのは、2人の思い出とか関連する曲とか、ディズニーのロマンチックな歌が、もう式の会場を一瞬で書いてるんですよね。テーブルには一人一人宛てにメッセージカードが入ってあって、読み上げるとまるで僕と新郎新婦だけの会話が始まるようなイメージでしたね。スクリーンには2人のどうやって生きてきたかみたいなムービーが映し出されて、幼少期の写真とか旅行のスナップ写真が映されると、会場から可愛いという声が上がりますよね。僕は日本式のこの感情を積み上げる構成に完全にやられました。ケーキカッティング時に両親へのメッセージとかもあって、もう会場がみんな涙を我慢してたんですね。日本の結婚式で人生最高のショータイムなのかもしれないと思ってびっくりしました。で、5つ目はですね、コース料理が多いというところです。韓国の結婚式では、食事はビュッフェが定番でして、式場の隣に並ぶ長いテーブルから、プルゴキ、チャプチェとか、キムチとか刺身とか、もうケーキまでいろんな好きなものがあって、自分で取って食べて、満腹になったら自由解散お疲れ様でした、みたいなことが、もう自然な流れですね。でも日本の結婚式行くと、席に着くと、真っ白なプレートに置かれたメニューカードが、今日の食の物語を静かに焦げていました。僕の場合ですね、もう天使のエビとサーモンのブランタードとか、もうエビの甘みとサーモンの旨みがふわっと広がり、口の中にが海の祝福で満たされたんですね。2皿目は季節野菜のスープでして、一口読めば、旗の香りと野菜の優しい甘いは、もう舌を包み込んだりとか、で、そして魚の料理が出てきて、マダイのバフール、季節野菜とともにソースビューン、なんちゃらプラみたいな、もう白身にクリーミーで香り高いソースが絡み、ため息が出るぐらいですね。メインは牛ほほ肉の赤ワイン煮込みでして、ナイフを入れただけでほろりと崩れ、赤ワインの味がするような、香りが鼻をくすぐり、濃厚の旨味が舌の奥まで届く。韓国式の食べたいものを食べたいだけもいいんですけれども、日本式のこの一皿ごとに計算されたその順序と感情もびっくりしましたね。よかったですね。料理が運ばれるための物語のページをめくっているような気持ちがしました。6番はですね、日本はプレゼントをもらうってところでして、韓国の結婚式では来てくれた方へのお礼のものっていう概念は日本ほど強くありません。伝統式な婚礼では親族向けの準備だったりとか、両系のプレゼントみたいな簡単なものをプレゼントすることもありますが、基本的に人数が人数というのもあり、全員に同じギフトを配る文化はあんまりないですね。自分の席に座ると、これぐらいのサイズの箱があって、これはプレゼントと言われて持ったんですね。この袋を持つとずしっとした重みがあって、ゲストの顔を浮かべながら選んだ宝物のようでしたね。僕がいただいたのは、ホーンカップだったりとか、コーヒーバッグだったりとか、お菓子セットだったりとかでしたね。そのお菓子とかも一つ一つ違う味で、まるで披露宴で話していた会話のように少しずつ余韻を楽しめます。韓国では式そのものが贈り物の感覚ですが、日本では式プラス
ずお土産という二重の喜びがある。帰宅後も引き出物を手に取るたびに、その日の笑顔とか音楽とか料理の香りまで鮮明に彩る。それが日本の結婚式の思い出なのかなというふうに思いました。最後に今日一番伝えたいことがあります。日本の結婚式はですね、ただのイベントでも豪華なパーティーでもありませんでした。僕にとっては人と人が一生の縁を確かめ合う儀式であり、その縁を見守る人たち全員の心を一つにする魔法でした。ご祝儀の水引きを指先でなぞった時の感触、人数を絞った招待客だからこそ生まれる温かい視線、スポットライトを浴びて登場する新郎新婦の姿と、その瞬間に流れた思い出の曲、目の前に置かれる一皿の立ち上る香り、そして帰り道に手にしたカップやコーヒーが彩るその日の景色。韓国の結婚式も素晴らしい、効率的で豪快でエネルギッシュ、ギュッとコンパクトになっている。一方、日本の結婚式も素晴らしくて、ゆっくりと時間をかけて人の心に感情の層を積み重ねていく。笑いの層とか涙の層とか感謝の層とか、その全てが重なって最後に一つの大きな感動になると感じました。もしあなたがですね、日本の結婚式にも呼ばれてもう一回行くってなった時に、形式や費用だけでなく、その背中に流れる人の思いとか、今度はぜひそれを感じながら見てみてください。パックンはこういうことにびっくりしたんだろうなと思いながらそれを見ていると、きっとあなたの心にも日本の結婚式の魔法がそっと光を当てるはずだと思います。はい、今日は以上にしたいと思います。また次の動画見てくださいね。またね、アンニョーン。